手差しの方でいきましょう。すごい柔らかい。柔らかいでしょ。握りやすそう。握りやすい。こっちはまださっき全然いじってないんで硬いんですよ。見て振ってみると分かるんですけど。そうですね。こっちはね、もうさっき今話しながらいじってる。全然違います。全然違うんですよ。これちょっとこれ塗っちゃったんで菓子の匂いが少しするかもしれないですけど。これも染めもやったんです。そうですね。はい、染めてますね。で面の汚れてるところって大概もう顎、気になるところは顎。そうですね。顎とこの内側のおでこはあんまり汚れてないというか、さっきと同じで中性石鹸で部分的にシュッシュッシュッ切るでシュッ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 ってやってあげて、内側もシュッシュッってやって1分ぐらい放置して、今度はちょっと大きめのジャボンとジャボンと言います。それこそ浴槽とかでもいい。浴槽とかでも。でもね、お風呂の残り湯はもうあんまりおすすめし、残り湯はダメ。新たに入れるだけ。そうそう、あれ剣道やってる汗かいたのと一緒のものが入ってるんで、そう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 。そうですね。そう、新たにやってあげて、なるほど。で温度ももうそうです。温度、そうそう、こともそうなんですけども、熱いと皮が傷んじゃうんで、もう30度ぐらい。30度から35度ぐらい、要は体温ぐらいまでだったらば同じ状況なんで許せるかなっていう。34、5度、ご家庭でやるので34、5度でやっぱりジュブジュブジュブってやると泡がこう浮いてくるので、空気ができればこの縁の際ぐらいのところで水が、若干ついても問題ないんですけども、際で抑えてあげるという。だから面金とかはつけない方が。そう、面金自体はいいんですけどね、この縁なんですよね。縁がこれのそうそう、この朱塗りと黒塗りの部分が、これが剥げてくるとその皮が出てくると、そこ水がバンバン吸い込むんですよね。そうするとふやけすぎちゃうんですよね。そうすごい皮にダメージが与えちゃうんで、もう綺麗にこう塗ってある分には別に若干かぶっても問題ないんですけども、極力この縁はご家庭でやる場合は濡らさない方がいいかなと。ここの縫い目の手前ぐらいまでってことそうですね。そうですそうです。はいはい。むずいですね、ここまで止める。ここまで、はい。でもかぶっても短時間なんで、これを長時間つけると多分これを作る時もすごく水というか濡らして柔らかいところを形をガーッと決めていく作業と同じ逆のことをやっちゃうと、今度それがこう開いてきちゃうというか。1分ぐらいつけて、5分ぐらい。このなんかね、気泡が止まったらもう中まで水が浸透してるんで、それが大体5分ぐらい。5分ぐらいですね。5分ぐらいでこうプクプクいうのが止まってきたら、今度は先ほどと同じように柔らかい面で泡立ててあげて、上はもう軽くなでるぐらいで、中のこういうところをきれいにこうなってあげる。であまりこう耳とかの皮脂が結構張り込んじゃってるのは、たわし使っても内側はいいかもしれないですけど、たわしとかこのスポンジでこうグーッと、で結構それでもうかなり綺麗になると思います。はいはい。それが終わったら今度はすすぎも今度じゃんじゃんすすぐと。ただこの辺もじゃんじゃんすすぐんですけど、要は汗がいっぱいついてるのはこの頬の部分と顎の部分なんで、ここはもうじゃんじゃん。こういう感じでもうジャーッとシャワーがいいですね。そうだね。シャワーでもうジャーッと流していく。もう内側からジャーッと流して。この時じゃあ縁とかは濡れちゃってももう大丈夫です大丈夫です。使っててこうそうですそうです。流れていくものぐらいだったら大丈夫です程度問題ってことです。そうなんですね。長時間この縁がつけるのはちょっと怖いというか、すっごく柔らかくなっちゃうんですよね。こう塗ってあればいいんですけども、剥げたるの子はそこがもうすごくふやけちゃうんで、ダメージが濡れてもちょっとぐらいは全然問題ないんですけども、つけとくっていう疲れすぎが問題、この縁に関してはですね。それでじゃんじゃんやって、できればこういう内側に匂いのこう
内側内側も水でジャンジャンジャン流してあげないと、今度上からばっかり流してると中にこう流れ切って取れなかったものがこの内側にたまるんですね。この内側に、なるほど。はい、そうですこの内側もきれいに、ね。はいはい。それでは匂いが結構きれいに取れると。へえ。一番汗かいて溜まってくるのはここの部分なんですね。この顎からここの部分が、ここの部分とここの部分に、そうですか。うん、はいはい。一番汗がこ染み込むというう染み込むというか、これはこれと同じようなリンスみたいなのやんなくて大丈夫。やってもいいと思いますね。そうするとしんなり、しんなりしますうん、しんなりこの皮の部分のダメージも保湿してくれた方が柔らかくはいはいはい。なるので、脱水いきましょうか。脱水。そう。これも面もできれば脱水した方が、洗濯機の脱水洗濯機の脱水だけだけど入らない洗濯機だったらもうこのまま干していただいてと2日半ぐらいかな、面だと。だけで、まあそれこそ扇風機干しぐらいがそうですそうですね。それ洗濯機の、ドラム式はダメなんですけども、こういうたらば縦の縦の、回転で回転であれば同じく1分ぐらいなんですけども、やっぱりタオルくるんで隙間があったら全部隙間にもタオルか、こういうスポンジのでっかいのバーッと入れてって面が動かないように、と型が崩れないようにしてあげて1分。たまに洗濯機がガラガラ回ってるのをYouTube とかで見るとおお大丈夫かなと。だからそれこそなんか周りにバスタオルなどとかそうですそうです、詰めて固定してってですね、それで面の自分の好きな形にも固定してやってあげて、1分間か1分、1分以内ですよね。1分以内だけ脱液してあげるとかなり早く、これと同じように。面だったら1日半かな。その洗濯機で1分脱水するののなんか僕イメージがまだついてないんですけど、はいバスタオルでそうですねくるむだけですか？くるんで中に入れた方がいい中にも入れる。中にも入れた方がいいですね。詰めた方がはい、じゃあ中にじゃあバスタオルをガーって入れる入れてと、あと周りもくるんで、外側からはい、巻いて、 2、3枚ぐらい使そうですね。はい。あとその隙間にも結構入れてあげるという。そうですね。バランス取るためにだったり、はい。こう無用にこう広がらないためにっていう。洗濯機するのとしないとでやっぱ1日ぐらい違いますね。違うと、乾きが違う。ただ塩分とか汗の成分とか皮脂が落ちてるので、乾きが稽古をやった後よりは早いです。びしょびしょでも。そうですか。へえ。多分私も経験あるの合宿とかやってて、びしょびしょの干すじゃないですか、次の稽古でまだ濡れてるじゃないですか。でも洗うと次の稽古の時は乾いちゃってるんですよ、意外と。それは塩分とかあれが乾きにくい。水分抱きたがってるんですよね、塩分は。だからこう発散しない、そういうのを取れてあげるとどんどん水だけだったらどんどん蒸発していくんだけど、塩分が邪魔してその水分を逆に抱こうとしてるんで乾きが悪いっていう。へえ。洗っちゃって脱水して干した方が早く乾くっていうのは確かに稽古着なんかはそうです。風の当て方みたいなのは特にないですか？さすがですこっち側から当ててあげるということですね。内に向けて、特にこの顎方面向けて、顎方面に向けて当ててあげると、もうこう風が流れていって、ここが一番熱い、このおでこが一番熱い綿なので、そこにバーッと当ててあげる感じだともう全体的に乾いて、風が流れていくので乾いてきちゃう。ここにもうなんか S 字管でこう吊るすのが一番、そこで吊るしてるような。そうですね、ああいう感じでこう吊るしてあげると。つける時はこの辺のものは外してやった方がいいんですか？これうちなんかでも一緒に洗いますね。一緒にでも全然問題ない。綿紐も綿紐も結構汗染みてるんで、一緒に洗ってあげてもいいのかなと。もちろん外して綿紐だけでもいいんでしょうけどね。紐洗う時も大体考え方同じです。同じですね。あまり汚れてないんで、もうそれこそ水でどんどん流してあげるっていう、それが一番色が落ちないんじゃないかなって思いますね。こするよりは。そうですね。はい。
それでさっき言ってた通り裏からするとここの部分に溜まりやすい、うん、それが表のこの缶抜きってあるんですけども、はいはい、こちら。これがね一番傷むというか、ここに汗の部分が吸収されて、ここですか？ここの缶抜きってこの切れる方いらっしゃるんですね。結構切れるんですよね。そうなんですよ。それで今の季節この花粉が出てくるこの季節で一番乾燥してて、これがもうカピカピにもう何回もこう濡れては乾き濡れては乾きで結構傷んでるんですよね。そうすると今度急激にこう水をバーンと含むと膨張するんで、はいはい、自然にこうパツンと切れてしまうとか。でこれから稽古やって大量に汗かくとこの缶抜きが稽古やってる途中にもパツンと切れたり。かなり年季入ってますよ。これ缶抜き。あ、これ切れちゃってる。これ切れちゃってる。これ缶抜きをちょっとこれ本当は上からも来てるんで、ここはちょっと止めて防御さんに止めてもらうっていうのはいいかもしれないですね。これどれぐらい前の面ですか？鉄。勝負銅です。勝負銅ですね。鉄のね、これうちの息子のなんで、そうですか。もう14、15年前。へえ。かなりですね。誰も分か練習でずっと使ってた。練習ずっと。これもう実験用で。実験用というか使えるんですけどね、この缶抜きさえまた止めて防御線止めてもらえれば、ね、この辺とかはこの辺危険ですね。危険ですねこの辺ね。こうやってまた組み直すんですか？いやもう一回使う時ここだけよく当ててくれる防御線はありますよね。この上の皮だけ当ててくれる、はい、これ実験用で、でも形崩れないですよ、あんまり。いい形。中学生が好きそうな形。